同じ京都府のライバル洛南を破ってウィンターカップ校木の切符を手にした東山加納明会キャプテンと1年生ならラスコアリングガードとしてスタメンに定着した米スレイ音は共に洛南へのライバル意識を強く持つと同時に強敵との切磋琢磨外間の東山を作り上げたと語る。加納は磨き上下駄オフェンスを見て欲しいと5米スは留学生だけじゃないところを見てほしいと2人とも強気な姿勢でウィンターカップ開幕を迎えようとしている。米ス練習前後で違う雰囲気になるのが東山の良さ。まずは自己紹介をお願いします。島根県出身でジュニアオールスターに入っていました。加納キャプテンの加納明会です全国での経験あまりないんですが大沢先生のお誘いを受けて東山高校に入学しました。シューターなので得意なプレーは3ポイントシュートです。新人戦では楽南戦で4本決めました。米ス1年生の米スレイオトです。小学校では全ミに出場。中学校は城崎県の日野中学校で九州大会3くらいで全国大会に出場しました。得意なプレー高い選手相手にフロターでシュートを打つことシュービを使うアシストです。今年の東山はどんなチームでしょうか。ポジションはポイントガードです。キャプテンに聞きます。加納今年のチームはピックアンドロールが武器で春先まではそこ頼みでしたがインターハイがついは手から外角のシュートを全員が練りシューしてピックからの合わせで外角のシュートというプレーが増得てきてウィンターカップ予選でもそういうシチュエーションが増得てきました。外と中のバランスが良くなってと子からもてるチームです。米須選手入学してすぐ先発で出場していて全国でも珍しいと思います。米須初めて練習に来た時は雰囲気に圧倒されました。なぜこんなに静かなんだと思うぐらい練習で集中していたんです。でも練習が終わるとやからたちがいじってきたり先輩同士でじゃれあったりして全く違う雰囲気になりまし
か、そこ、が東山の領、さだと思います。二人とも、県外出身者、ですが、関、西特有のノリになれるのは大変だったのでは。可能。クラス。でも粋な。李先生やクラスメートから指名されて一発芸をさせられたりします。仲良くなったが話せる性格なんですが、初対面で県外から来たばかりの時はかなり違和感がありました。かっこ笑い。米酢。こちらに来たばかりですが、長崎とは弦派が違うので、友達に文言って自分でも使うようになっているし、ちょけるみたいな感じで自分も関西っぽい感じが出てきたんじゃないかと思います。先輩はそんなに笑ってくれないですけど、可能続けられるところまでバスケットを続けたい。米須選手は1年生かが試合に出る自信があったのですか。米須先輩がうまいので試合に出れるか不安でした。だけどそこで逃げずに、もしメンバーに入れなくても努力を続けなくてはいけないというのが自分の中でありました。今は大沢先生がスタメンで使ってくださって、身体のトータルなど全国レベルは馬と学べています。キャプテンとして米須選手のことはどう見ていますか。可能。線が細いのでフィジカル面で心配でしたが、2年生のガードと違ったタイプで新しいバリエーションが増えました。ダメ元でカットインしてもパスが出てくるので、個人的にもやりやすいです。米須選手はキャプテンのプレーをどう見ていますか。米須洛南とのインターハイ予選の決勝でオフェンス10美の東山に置いてディフェンスですごく貢ぎ剣したり流レが悪い時でも僕がパスを出したラブザーがなってもケツめてくれて流れをこっちにもてきてくれるプレイヤーです。キャプテンから米須選手にもっとこうしてほしいという要求はありますか。可能。ボケが本当に面白くない。米須がボケでも無視するんですが、これはノリで無視しているんじやなく、本当に面白くないんです。それに関して控え選手どころかベンチ外です。加納キャプテンはウインターカップが高校
最後の大会になります。将来の夢は？可能。続けられるところまでバスケットを続けたいです。体育の教員になってバスケを教えることを考えています。自分がそういうタイミングだと感じるまでバスケは続けていきたいです。プレイヤーとして続けられるのであれば、地元の島根にプロチームがあるので、そこでやるのが地元に恩返しできる方法だと思っています。僕は高校から県外に出ているので、地元に戻ってやれたらと思います。島根スサノーマジックの試合をたくさん見ていたわけではないですが、B2 にこう格した地元のチームに自分が入ってどれだけやれるかと考えることはあります。コメス選手の夢はどのようなものですか？コメスプロ戦手が夢で、大学の強豪チームで活躍してプロに行きたいです。僕は並里聖戦手にakoが出ていて、個人的には並里選手は NBA に行でも活躍できると思っています。観客に見せるプレーがよしみきで、並里選手自身も楽しそうだし、外国籍選手をドリブルで翻弄したりのルックパスを出したり、そういう遊び心のあるプレーが好きです。多摩ゴールデンキングスで一緒にやるのが夢ですコメス選手は第二の波里選手になれそうですか？可能。お笑いを磨けばかっこ笑い。コメス留学生に頼っていると言われたくありません。東山をこる上で洛南とのライバル関係は外せません。どういう意識を持っていますか？可能。昨年のウィンターカップ予選の決勝では洛南に0点差近く離されて負けました。スタートからほぼフルで出させてもだったんで、が力の差を見せつけられ入り学してから初めて洛南に負けてすごく悔しかったです。その嫌な思いでは今でもモチベーションになっていて、南には絶対に負けたくないという一心で練習に取り組んできました。今年は20点差ぐらいで勝てて、後の洛南戦で東山のバスケットを見せることができて、良い終わり方ができたと思います。
そういう意味では洛南が身近にいたことが練習でもモチベションとなって査択ができました。良いライバルだと思いますこれを自信にし手全国でもやっていきます米須選手浜田1年目ですがそういうライバル意識は感じますか米須入学する前にウインターカップ予選を見たのですがその時は洛南が圧倒的でした。その時点で僕が入学したら絶対に洛南を倒すという気持ちでした。インターハイ予選からスタメンで出させてもらってくれタイムも多くもらえたんですがあまり自分で点数が取れずに貢ぎ兼できませんでした。ウィンターカップ予選で自分がやらないと吹けるという思いで最初から自分がこうめて9-0と良いスタートになって最終的に自分が20得点20点差で勝つことができました。先輩たちに勝る利をプレゼントできてよかったです次の舞台全国ですがライバルと思っている選手や参考にしている選手いますか？可能洛南に勝つことだけを考えていたのでライバルと呼べる選手いないですただ国体で対戦した東京の木村圭我選手王子学園にめちゃく茶3ポイントシュートを決められてどんな体勢でも決められるのはすごいと印象に残っていますプロ選手ではウォリアーズのクレイン・トンプソン選手キャッチ&シュートでのもらった瞬間の速さを参考にしています。米須東海大諏訪の黒川虎鉄選手は小学校の一つ上の先やからなんです。入学してすぐの試合で東海大津和と対戦して勝るで国体で長野と対戦した時にもマッチアップして勝るで先輩に勝れしさを知りました。今回も先輩と対戦して僕が勝って優勝したいです。プロ選手で参考にしているのはウォリアーズのスティフィン・カリー戦手で自主練りの動画を毎日のようにチェックしています。朝練でドリブルの練習を増やして接触があっても強いドリブルをついて抜く時も速いドリブルやチェンジオブペースで抜いたり試合の中でもイメージ
しています。東山のプレーで見て欲しいとこ自分のプレーで見て欲しいとフォロー東山のファンへ向けてメッセージをお願いします。可能ピックアンドロールが持ち味なので、スペーシングやピック時に意をつくアウトサイドのシュート、中外のバランスの量、差を見てほしいです。個人的にはシューターなのでタフショットになる部分もあるとは思いますが、それでも3ポイントシュートを決めきる力を3年間磨いてきたので、声を見てほしいです。コメス留学生に頼っていると言われたくありません。ウィンターカップ予選で留学生よ利点を取っている日本一選手が2人いたので、留学生だけじゃないところを見てほしいです。それとオフェンスだけではなくディフェンスもできるんだというと、福岡第一に引け劣らないくらい橋で速攻が出せるという東山の強さを見てほしいです。個人的には学生とのピックでどこにパスをですのか、に注目してもらいたいです。